今日は濃厚チョコレートプリンを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は濃厚チョコレートプリンを作りたいと思います。はい、ということで今回のチョコレートプリンは混ぜて冷やすだけで作れる簡単なレシピです。固めるときはですね、今回ゼラチンを使って固めていきたいと思います。こちらね、もう材料を混ぜて冷やすだけで簡単なんですけれども、要所要所ポイントがありますので、そちらをですね、作りながら説明していきたいと思います。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにチョコレートプリンの材料からご紹介します。材料はこちらです。チョコレート、牛乳、生クリーム、グラニュー糖、粉ゼラチン、ココアパウダー、お湯。プリン生地はこちらの材料で作っていきます。まずチョコレートなんですけれども、今回ガーナのブラックチョコレートを使っていきます。カカオが 50% のものになります。このチョコレートに関しましては、お好みでミルクチョコレートを使っていただいても OK です。で、その場合はですね、グラニュー糖の量はお好みで調整してください。そしてこのグラニュー糖なんですが、白砂糖とかきび砂糖とか、あとはラカント S などで代用していただいても OK です。続いてカラメルソースの材料をご紹介します。材料はこちらです。グラニュー糖、お水、お湯。こちらの3つの材料でカラメルソースを作っていきます。で、このグラニュー糖に関しましては、こちら白砂糖を使っていただいても OK です。そして今回は18センチのパウンド型を使っていきます。ない場合はですね、タッパーを使ったりとか、あとはお好みの型を使っていただいたり、ココットの中に入れて固めていただいても OK です。それでは早速作っていきたいと思います。ではまずはじめにカラメルソースから作っていきます。まずフライパンの中央にグラニュー糖を入れます。そしてこのグラニュー糖をめがけてお水を注ぎ入れましょう。で、グラニュー糖全体に水が行き渡るまでちょっと待ってください。はい、OK です。このようにね、しっかりお水がグラニュー糖に浸透したのを確認してから火にかけてください。で、これで火にかけます。で、火加減は中火で少し色が変わってくるまで加熱していきます。この時ね、中身を絶対触らないようにしてください。混ぜたりするとグラニュー糖が結晶化してカチカチになってしまいます。なのでこのまま少し色が変わるまで待ちます。で、この後ね、お湯を入れるんですけれども、お湯を入れるとね、かなり弾いてくるので、こういった蓋をね、必ず用意しておいてください。はい、今ね、少し色が変わってきたの分かりますかね。そしたらフライパンを持ち上げて、このように回しながら加熱していきます。そうすると色がね、均一になってきます。で、全体が薄く色づいてきたら火加減は弱火にしましょう。そしてこのようにね、フライパンを時折回しながら加熱していきます。で、この後ね、お湯を入れるんですけれども、お湯を入れるとかなり蒸気がバーッと上がってくるので、必ず換気扇をつけてください。で、換気扇をちょっとね、つけたいと思います。で、このままね、もう少しね、色づけていきます。で、さっきよりもね、ちょっと色づいてきました。そしたらもう一度回しましょう。このぐらいの色になるとかなりね、色が変わるのが早いので、いい感じのカラメル色の手前ぐらいでね、火を止めてください。はい、このぐらいかな。このぐらいの色になったら火を止めます。そして自分の方にね、蓋でカバーをしてお湯を注ぎ入れます。すぐね、蓋を閉めてください。蓋を閉めたらこうやってゆすりましょう。で、今ね、かなりグツグツグツっとしてるので、少しね、このクツクツが収まるまで蓋を閉めておいてください。はい、今ね、クツクツクツが収まってきました。そしたら蓋を開けます。はい、こんな感じです。これでね、カラメルソースの完成です。そうしましたらパウンド型にカラメルソースを流し入れます。そして全体に広げましょう。はい、こんな感じです。それではこちらをね、使うまで冷蔵庫で冷やしておいてください。それではチョコレートプリンを作っていきます。まずはじめにこちらのゼラチンをお湯で溶かしておきましょう。ゼラチンの中にお湯を注ぎ入れます。そして混ぜましょう。はい、今ね、結構1分ぐらい混ぜたんですけれども、まだ少しね、ゼラチンのつぶつぶ感が残ってるので、こちら一度電子レンジで10秒ほど加熱して溶かします。では温めます。はい、10秒加熱しました。そしたらね、もう一度よく混ぜましょう。はい、OK です。あとはね、こちら使うまでこのまま置いておきます。それでは続いてチョコレートを刻んでいきます。できるだけ細かめに刻んでください。
はい、刻み終わりました。このようにね、細かめに刻んでいただくとチョコレートが溶けやすくなります。そしたらね、こちらのチョコレートはボウルの中に入れておいてください。それでは今から生クリームと牛乳を温めていきます。小鍋に生クリーム、続いて牛乳を入れます。で、あとね、ここにグラニュー糖を加えて一緒に溶かしちゃいましょう。で、これを火にかけます。で、火加減は中火でこのままね、沸騰直前ぐらいまで温めていきます。はい、今ねちょっと鍋肌がふつふつしてきました。そしたら火を止めます。そうしましたらここにねココアパウダーを混ぜていきます。でこれね直接入れるとココアパウダーがダマになりやすいので、こちらのねココアパウダーの器にまずねこの温めた牛乳と生クリームを加えます。だいたい大さじ3杯ぐらい入れていただいて、そして混ぜましょう。でこのようにねちょっとなじませてからね戻し入れます。はい、でこのぐらい滑らかになったらもう少し加えます。またね大さじ3杯ほど加えてなじませます。はい、でこのようにねしっかりなじんだらこの中に戻し入れます。で一度混ぜましょう。はい、で混ぜたらねもう一度火にかけて、でまたね少し鍋肌がふつふつしてくるまで加熱します。このように混ぜながら加熱してください。今ね鍋肌がふつふつしてきました。そしたら火を止めて火から下ろします。はい、火から下ろしました。そしたらね先ほど刻んだチョコレートに回しかけます。まずね半分入れましょう。そしたらね一度このまま30秒待ちましょう。今30秒経ちました。そしたらねゆっくり混ぜていきます。でこのようにちょっと時間を置いてから混ぜていただくとチョコレートがきれいに溶けやすくなります。はい、このようになじみました。そしたらまたね加えます。半分加えてください。そして混ぜましょう。あんまりね泡立てないように混ぜるようにしてください。はい、混ざりました。それでは残りのね牛乳と生クリームを加えます。そして混ぜましょう。はい、このように綺麗に混ざれば OK です。で今のようにね少しずつ加えていただくとこのように綺麗にチョコレートが溶けます。それではこちら一番初めに溶かしておいたゼラチンを加えます。この時に少しゼラチンが固まってしまった時は電子レンジでね10秒ほど加熱して溶かしてください。でこちらをね流し入れます。そしてよく混ぜましょう。はい、OK です。これでチョコレートのプリン液は完成です。それではですね、こちら冷やしておいた容器の中にチョコレートプリンの生地を流し入れます。で、この時により滑らかにしたい場合はこしながら加えていただくといいかなと思います。それではね、注ぎ入れます。はい、これで OK です。それではね、一旦こちら粗熱をとって、その後冷蔵庫で3時間から5時間ほどしっかりと冷やし固めてください。はい、冷蔵庫で冷やし固まりました。このようにねしっかり固まってれば OK です。それでは型から取り出したいと思います。取り出す時はねこういったちょっと細めのナイフを使っていただくと取り出しやすいと思います。ではこのナイフを使って周りを剥がしていきます。そしたらお皿をかぶせて裏返します。で軽くね上下に振るいます。はい、 OK です。それでは開けます。オープン。じゃじゃーん。はい、このように美味しそうに仕上がってます。はい、これで濃厚チョコレートプリンの完成です。こんな感じに仕上がりました。断面はこんな感じでとても滑らかに仕上がってます。濃厚で美味しそうに仕上がりました。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。うわ、もっちりですね。ではいただきます。美味しい。すっごく滑らかです。そして今回結構ゼラチン多めにしてるので食感は少しもちっとした仕上がりになってます。もちっとしててかつすごく滑らかで濃厚です。美味しい。またねこのカラメルのほろ苦さとすごく合います。
はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の濃厚チョコレートプリンのポイントです。まずカラメルソースについてなんですけれども、カラメルソースは火にかけたら色が変わるまで絶対いじらないようにしてください。ここで混ぜてしまうとグラニュー糖が結晶化して固まってしまいます。なので色が変わるまではじーっと待つようにしてください。そして少し色が変わってきたらフライパンを回しながら加熱してください。ちょっと慣れてないなっていう時はこのタイミングで火加減を弱火にしてゆっくりね色を変えていただいて OK です。そしてその後お湯を加えるんですけれども、お湯を加えるとかなり蒸気が出てくるのと、あとすごく弾くのでやけどだけには十分に気をつけて作るようにしてください。あと換気扇の付け忘れにも注意するようにしてください。そしてプリンを作る時のポイントです。まず今回のプリンはゼラチンで固めました。こちらのゼラチンはお湯でしっかりと溶かすようにしてください。そしてチョコレートなんですけれども、チョコレートはできるだけ細かめに刻んでください。そうすることで綺麗にチョコレートが溶けて滑らかな仕上がりになります。そしてですね、牛乳などを加熱してその後ねチョコレートにかけるんですけれども、チョコレートにかけたら30秒待ってください。そうするとねチョコレートにゆっくり熱が伝わって綺麗に溶けやすくなります。こちらですね、牛乳を一度に入れてしまうと混ぜにくいので必ず2回ぐらいに分けて混ぜるようにしてください。そしてあとは型に入れて冷やし固めるだけなのでとても簡単に作ることができます。そして型から取り出す時なんですけれども、細いナイフなどで周りを剥がしてその後お皿の上に置いて、そして少しね上下に揺らしてみてください。そうすると簡単に取ることができます。であとはですね、周りに細いナイフを入れて底の面は少し温めてください。そうすると取りやすくなると思います。あとはお好みの大きさに切って召し上がっていただけたらと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。濃厚でとても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は濃厚チョコレートプリンを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。